イジのボイスオーバーってすごい優秀で、あの僕のオーディオインターフェースここはで唯一ブラマジ製品好きの集まる100%の確率真で認夜中の識してくれるんですスタジオ。よ。今夜も制作者たちが集まって話に花を咲かせているようです。局地クリエイタースクールプレゼンツダヴィンチリゾルブラジオ始まります。もう本当再起動を繰り返してやってるとたまに正常に機能してくれるんですけど、年々そのなんていうかな、頻度が下がっていっちゃってて、逆にこのボイスオーバーは超優秀で必ず毎回確実に認識してくれるんですよ。なんだかなってね。なんだっけ、ペアライトページのはい。そのインプットとアウトプット、そのマッピングにも出てこないんですか？いや、マッピングには出ます。出るんですけど、はい。もう一切音なんて触れないし、メーター触れないし、どんなに設定変えても。気になってきたな。なんか、今度やってみたいけどな。ちゃんとね、環境設定で、オーディオインターフェース云々の項目で、ちゃんとその僕のオーディオインターフェースをですね。そこに出てきます。出てくるんだけど、だからエディットページでは認識するし、絶対フェアライトでは認識しないっていう、この不思議なね、むしろ逆だろうって言いたいですけど。オートの方がうまくいくんでしょうね。そうなんですよ。でもオートでできるってことは多分ね、手動でできるルートもきっとあるはずなんで。なんかまだ見落としがありそうですね。そうですね。まあそんな感じです。なんか今回はフュージョンの話なんですけど、フュージョンの話入る前にまたちょっと僕先週に引き続きちょっとだけ話していいですか？雑談。はいはい。先日2、3日ぐらい前にとある方と打ち合わせをしたんですよ。その人はお松さんは面識がある人で、秋葉原の方でスタジオやってる T さんと、と一緒に打ち合わせを夜の10時頃にしてて、その趣旨が、彼はスタジオをレンタルしてっていうのかな。レンタルもやってて、そこを使って何かやろうよっていうか、お金を稼ぐというか、ビジネスでもいいし、新しい使い方を何か考えないかみたいな、そういうようなノリでいろいろ話をしたんですけど、なんか魅力的なスタジオでいろんなことができそうだったので、ちょっと彼のその設備を使って、あと彼のその提供しているサービスを一部曲がりさせてもらって、ちょっとした僕の方でもサービスを打ち出してみようかなっていうところにまとまりまして、今その企画書みたいなのをちょっと作ってるんですよ。で、それができたらちょっと僕の知人とかのいろんな映像を作る会社っていうか、例えば講師業を生業としている童話教材とかたくさん作るような会社さんとか企業さんとかに対していろいろこう売り込みをかけて案件取りそうだなみたいなのを話してるんで、ちょっとまた後日ちょっと改めてそこら辺相談させてください。仕事の話でした。はい。せっかくだからね、こういう打ち合わせを兼ねてできたらいいかなと。で、今回もさっとこう最初の雑談を終わらせて、ちょっと今回ね、フュージョンの話をしたくて、僕がちょっといろいろ話をする番というか回なんですよ。はい。もう、なんだろう。ダヴィンチっていろいろ機能豊富で、その全容をつかむことが年々難しくはなっているんですけど、僕の中では編集はちょっと横に置いておいて、カラーグレーディングが主軸であって、それと同じぐらい重要かつ超楽しいのがフュージョン。で、フェアライトっていう音に関する機能はもう分からないことだらけで全然全く
概要すらまともに僕は理解できていないぐらい複雑な知識が必要とするというか難しいところなんですが、そういうダヴィンチリゾルブの中にあって、そのフュージョンの面白さっていうのはまたすごいなって思うのと同時に、ものすごい奥が深いなっていうのを最初の頃からずっと感じてて、もうあまりにもその気持ちが強すぎたあまりに、ダヴィンチリゾルブが、ブラマジが、i1 っていうフュージョンを当時開発していた、メーカー企業さんを買収したのが確か2014年頃なんですよ。バージョンが7の頃に。で、それ買収して1年2年ぐらい経ってから Mac 版のフュージョン8がリリースされて、もう出た瞬間もうずっと待ってたんですね。要は買収して、こうアフターエフェクツみたいな機能が使えるようになったんだ。だけどまだ Mac 版では使えないんだっていう思いながら、YouTube なんかでそれこそフュージョンの予習みたいなちょろちょろやってたんですよね。で8、8が出たからもうすぐにインストールしてやってみたら、もうあまりの難しさというか、なんていうかな、男らしい操作がまだね、はい、まだ当時のフュージョンすごい武骨な、そうもうユーザーフレンドリーとは何ぞやみたいな、なんかね、あまりにもこれを言って伝わる人がどこまでいるか分かんないですけど、ニュークに近い見た目をしていった気がするんですよね。ニュークっていうVFX、合成とか、CG のコンポジットとかによく使われてる、これもノードベースのコンポジットアプリなんですけど、なんとなくなんて言うんだろうな、ちょっと明るめのグレーの背景だったりとかなんか角張ったデザインとか、なんかね、結構僕は最初の画面を見た時になんかニュークに似てるなって当時のフュージョンの画面を見た時は思いましたね。とっつきにくさっつうんすか。もう触るなよって言われてるような気がするぐらい。感じね。はい。ね。いや、今でこそダヴィンチリゾルブのそのフュージョン、内蔵のフュージョンって、なんていうかな、そんな面食らうことは少なくなってると思うんですよ。それでも面食らう人は多いのは知ってるけども、もう昔の初期のフュージョンなんてもうそんな比じゃないぐらい、あまりにも、もうまず英語ですしね、全部。もう。で、トリセツらしいトリセツも全部英語だし、チュートリアル動画も全部ほぼ英語だしで、そういう中で使った瞬間に楽しみにしてたんですけど、いや楽しそうなんだけどこれは使えんなと、せいぜいなんだっけ、画像を読み込んで、それに対してなんだっけな、グローをかけて、それで喜んでたぐらいで、もうソフト閉じて1年2年ぐらい寝かしてたんですよ。それでまだアフターエフェクツとか使ってたんですけどね、当時は。それから2年ぐらい経った2016年、確かダヴィンチリゾルブのバージョンが15の時に、フュージョンがダヴィンチリゾルブに統合されたんですよ。その前年にはフェアライトがもうビルトインされてたんですけど、その後になってフュージョンは、統合されたって形になってて、そこでいやこれはもう使うしかないのかって、いや使えってことなんだなっていうことで、改めて腕まくりをしながらね取り組んで、さっきのなんていうかな、先週の松尾さんじゃないですけど、英語を翻訳しながらまず iPad にですね、そのマニュアル、英語のマニュアルを読み込んでですよ。で、それを翻訳して、そのペンで iPad に対して文字を自分で付け足したりとか、赤丸入れてここ重要だとか、ここはこういう機能だとか、点を延々やり出して覚え出したっていうのが今からだから、10年ぐらい
近く前なのかなっていうのが僕のフュージョンとのまともな付き合いが始まった年というかタイミングだったんです。でそれであまりにもとっつきにくい武骨なフュージョンだったのが慣れてくるとめちゃくちゃ面白いしめちゃくちゃクールだなっていうあっという間に考えが変わっていったというか、当時はアフターエフェクツをまだバリバリ使ってたからいろんな機能をアフターエフェクツと比べながら優劣を考えながらとかいろいろやってたんですけど、なんだろう、かなり早い段階でこれアフターエフェクツよりずっと楽しいなとって思ってたんですが、ここら辺はお二人はどういうなんていうかなフュージョンと知り合って付き合ってきたのかっていうのをまずちょっと聞かせてもらっていいですか？そうですね。僕は、先週話したと思うんですけど、もともとプレミアとアフターエフェクツ使ってたんですね。AE とプレミア。はい。で、2019年に、ブラックマジックになんか機材を貸してほしいっていう相談をしに行ったんですね。オフィスまで。はい。で、全然それはいいっすよみたいな感じだったんですけど、で、僕はアニメ業界で働いてるんですけど、アニメ業界にダヴィンチって使ってる人いますって言われて、いないっすねっつっているんですけど、そんなにやっぱいなくて、あんまり聞いたことないですねって話をしてたら、認定トレーナーになって広めてくれないかみたいな話があって、それがきっかけだったんですね。そうなんだとかと思って、全然いいですよとかってで、頼まれたかなったっていうよりかは、単純に僕もダヴィンチ気になってたのと、ちょっとプレミアが当時バグがすごくて、なんかすぐ落ちてたんですよね。ちょっと複雑なことをしたらもうすぐ落ちるみたいな感じで、こいつは一体いつ安定するんだっていう感じで、なんかだましだまし使ってたんで、なんか別のやつ試したいなっていうタイミングだったんで、ちょうどよかったなっていうところで、認定トレーナー、僕の時はその認定トレーナー向けのトレーニングっていうのを2日間かな。そうですね。僕と松尾さんも、1日8時間を2日連続で受けてなるみたいな感じだったんですけど、一応そこでだからフュージョンの使い方っていうのは岡野さんから、触りっていうか基本的な部分は聞けて、あと一応その前に山久さんの映像のショールームでやってたセミナーでも触りだけ習ったりとかはしてたんですけど、その状態でその1ヶ月トレーナーになった1ヶ月後には人に教えなきゃいけないってなって教えられるほどわからんみたいな感じだったんで、その大峰さんじゃないですけど、僕の時もフュージョンのトレーニングブック、公式のトレーニングブックって英語しかなかったんで、iPad に PDF 入れて、なんか寝る前に1、2時間ぐらい読んで、なんかペンで赤ペンつけながら。同じじゃないですか。一応僕特技としてなんかソフトウェアのマニュアルとか、なんかそういうデジタル系に関するなんかドキュメントだったら、なんか大体英語で書いてあっても、大体 PC アプリってなんかカタカナとか英語多いじゃないですか、本来。はい。ダヴィンチも最近結構日本語化されてますけど、なんかそもそも当時のフュージョン英語しかなかったし、なんで結構ドキュメントとか英語で書かれてても、なんとなく、別にそんな英語の成績いい方じゃないんですけど、なんとなくわかるんで、本当に読みつつ、なんかメモ書きしつつみたいなのを、なんか1ヶ月間ぐらい、なんか、で、次の日の朝、触ってみて、っていうので、なんかトレーニングブックに3週してましたね。っていうのが、触りっすね。その後、どうやって、なんていうか、日常使いに移行していったんですか？でも、フュージョンっていうか、ダヴィンチで、なんかテロップアニメーションとか、そもそもテロップをデザインしようとかってなると、フュージョン使わざるを得ないっていうのがあるんで、
もうそれで使ったりとか、あと一応まあ所属としてはアニメーション会社なんでちゃんとアニメの仕事もしてるんですけど、当時なんだっけな、なんか短編っていうか CM だと思うんですけど、ウェブ CM かな、30秒とかのウェブ CM のアニメが4本セットで作るっていう企画があったんですけど、なんかそれをダヴィンチ、普段アニメ業界って、まあ、編集は何でもいいんですけど、コンポジットは基本的にアフターエフェクツでしかやってないんですね。もう 99.9% は AE なんですけど、AE 一本だとなんかあった時に怖いよねっていうのはなんか常日頃みんな言ってるんですけど、で社長からちょっと面白そうだからダヴィンチだけでやれるかっていうのをチャレンジしてみようっていう話があって、でじゃあその WebCM でやってみますかっつって、で僕はなんだろうな、当時はそんなにクリエイティブに、まあ、手伝いはするんですけど、まああまりメインでやるっていうのは当時はやってなくて、タイミング的に。はい。なんでなんか5人くらい監督、美術とか、まあ CG で美術やってる人と、撮影コンポジターと、色彩の人と、あとディレクターかな、監督とディレクター一緒だな、4人か5人ぐらいメンバーがいたんですけど、その人たちダヴィンチ使ったことなかったんですよ。なんでその人たちにダヴィンチの使い方を教える。で特にそのコンポジターの人にはフュージョンでコンポジットする方法っていうのをレクチャーして、で、じゃあ作ってくださいみたいな感じでやってたんですけど、まあ当然フュージョン使える人ってアニメ業界に僕とその人しかいないんで、どうしようって人で足んなくなってきたなってなった時に、おまちさんちょっと手空いてますってなって、で手伝うみたいなっていうのが、まあ結構同じメンバーで何回もあったんですよね。なんで結構そのフュージョンをアニメに使ってみようっていうのは年に何回もあったんで、まあ結局仕事で使う必要があったっていうのはありましたね。でそうしていくうちにもう日常使いできるぐらいになっていったっていう感じですか？そうですね。まあ1年かかってないか、半年とか。じゃあ松尾さんはどんな感じだったんですか？僕も結局もともとサラリーマン時代はオートデスクフレームっていうやつとか、ああいうまあ業務用の編集ソフトをまあ業務で使ってたんですけど、独立してからはプレミアとアフターエフェクトとまだファイナルカット7も使ってたんですよね。じゃあモーションとかもじゃあ使えてた？いやモーションは全く使ってなかったんですよ。アフターエフェクトばっかりで。で、ファイナルカット7とまあプレミアでしたね。独立した頃はもう11年2年前の話なんですけど、でまあやっぱりそれぞれ作法が違うじゃないですか。アフターエフェクトにはアフターエフェクトのやり方があるし、フレームにはフレームのやり方があって、でやっぱり決定的に違うのはノードとベースとレイヤーベース、レイヤーベースが全くこう使い勝手が違いすぎて、どうやって合成すればいいのかわからないくなるっていう多分普通の人は逆なんですよね。ノードから入んないからだから逆だからすごい困ったんですよね。みんなアフターエフェクトで満足してる。そうですね。フレームもねノードベースなんで。そうなんですよね。学生時代はアフターエフェクト勉強してたんですけど、もうそこから会社に入ってからはそういうフレームとかそういうノードベースに頭を切り替えちゃってたんで、これどうやってこうエフェクトとかかけていくんだろうみたいな感じで、困ったんですよね。で、まあ、そこでフュージョンっていうのがあると。でノードベースだというので触ってみたんですけど、やっぱり作法があまりにもこうフレームと違うんですよね。
フレームともだいぶ違うんですか？全然違って、もうノードの線の引き方から違うんですよね。フュージョンって、フュージョンは基本的に出力側から入力側に入れるんですよ。はい。出力の四角い灰色をグリーンやら黄色やら白やら青色やらってところに入れると思うんですけど、フレーム逆なんですよね。もらいに行くんですよ。入力から出力に向けていくってことですか？そうです。で、逆もできるんですね。普通にフュージョンと同じやり方もするんですけど、フレームはこう口で説明しても多分ちょっと意味わかんないかもしれないんですけど、例えばフュージョンだったらマージノードから次に何かしらペイントノードに持っていきたいですよって言ったら、マージからペイントにキュッと伸ばしてあげると、っていう感じだと思うんですけど、じゃあフレームとかどうするかっていうと、ペイントノードはないんですけど、ペイントノードをそのマージに相当するようなノードにくっつけるんですよ。くっつける？くっつけるんですよ。ドラッグしてくっつけるみたいな。そう。ドラッグしてくっつけて、ショートカットキー、押しながらくっつけて、くっつけるとくっつくんですね。で線が伸びるっていう、要するにもらいに行くんですよね。なるほど。キスって言ったりとかするんですけど、カットくっつけてこう、線を出すっていうことをするんですけど、それがないと。なので線の引き方が違うから最初戸惑ったんですよね。たったそれだけのことなんですけど、線がどうやって引けるんだよ、どうやって引くんだよこれみたいな。頭の中にも要するに入力側から引っ張ろうとしてるからこれ引っ張れないんですけどみたいな感じになるっていう、逆かそこからっていう感じでしたね。であとフュージョンの方が、単品感が強いんですよ。ノードというかエフェクトに。1機能1ノードツールというか、例えば分かりやすく言うと例えばマージノードが多分一番分かりやすくて、マージノードってマージしかしないじゃないですか。マジかよって感じなんですよね。今ダジャレ？いやごめんなさい、そうなっちゃいましたね。別にそういうわけではなかったんですけど、なんでしょうね、アクションっていうノードがありまして、アクションっていうのがフレームにあるんですよ。何かっていうともう最初からある程度使う機能がまとめられたノードだと思ってもらったらいいんですが、こうアクションノードを引っ張り出してで映像を入力すると、その中で例えばちょっとした合成もできるし、トラッキングもできるし、でリサイズもできるんですよ。混乱しちゃいませんそれ？だからよく使うのはもうその中にある程度入ってるみたいな感じなんですね。だからアクションで、だから何だったらもうアクションだけで終わることもあるんですよ。ノード作るだけにアクションノードを出して終わるみたいなこともあったりとかするんですけど、そういう使い勝手だったんですよね。だからノード、実はフレームの方がノードじゃないんじゃないかって思っちゃうぐらい、実はそんなに機能がまとまった機能が入ってますと。でフュージョンでそれやろうと思うと、マージノードを出したりとか、あと、リサイズはできるからいいんですけど、でもリサイズもノードに入る前にリサイズしたのか、ノードに入れてからリサイズしたのか多分組み方違うじゃないですか。とかそのリサイズもそうだし、あとトラッキングも当然違うノードになりますよね。だからフレームに比べてこう複雑なことをすれば最終的には同じだと思うんですけど、ノードの数が多いんですよね。出来上がる。だからすごい最初は一覧性が悪いなって思いました。それ後でまた触れようと思ったんですけど、それってメリットにもなり得るしデメリットにもなり得るっていうか思えることですよね。そうですね。だから、じゃあフレームの方が素晴らしいのかって言われたらうちそうではなくて、何やってるのかは一発で分かんないっていう。いやまさにアクションの中に、アクションの中に入って確認しなきゃいけなくなるっていう。でフレームはバッチっていうんですよ。バッチスケマティックビューワーっていうんですけど、そのノードの空間のことをバッチっていうんですけど、
バッチスケマティックって書いてあるんですけど、なんて言いますかね。用語ももちろん違うわけですよね。まあ当たり前なんですけど。それぞれ全然用語が違うっていうのと、で、アクションの中に入ってもノードがあるんですよ、実は。アクションはアクションでノードがあるみたいな。アクションの中に入るとまたその中にノードがあるみたいな感じになってて。入れ子構図になってるんですね。そうです。本当に入れ子構造になってたりとかするっていうので、フュージョンの方が、こう、一つ一つが単機能だから、こう、すごい、ごちゃごちゃはするんだけど、一覧性はいいなっていうふうには思いましたね。あの時も、使い始めた時も。で、こう、多分ね、知ってる人もほぼこの世にいないと思うんですけど、オートデスクって、こう、そのさっき言ったフレームシリーズみたいなのが昔あって、今はフレームだけになっちゃったんですけど、まあ、言ったらアフターエフェクトとかフュージョンに相当するフレームで、その上がインフェルノっていうのがあって、はい、でフレームの下があったんですね。フリントっていうんです。知らないな。フリントっていうのがあって、スモークはどの立ち位置になるんでしたっけ？あ、スモーク。でもスモークって日本でしか売ってないんでしたっけ？スモークはプレミアです。どっちかっていうと。そういうことか。あれ？スモークって縦ってあれスモークタイムライン編集ですね。タイムライン横だけでしたっけ？スモークか。スモークはスモークの上に昔ファイヤーっていうのがあったんですけど、それはすぐなくなりましたね。面白い、初めて聞いた。やりすぎなんだよな。そうです。オートデスクの映像編集で、まあインフェルのフレーム、フリントで、まあスモークっていうのがあって、まああとはラスターとかそういうカラグレのやつがあったりとかするんですけど、一時期コンバッションっていうのがあったんですよ。知ってる、聞いたことある。知ってますか？はい。なんかね、フレームじゃない、フュージョンね、コンバッションに似てるなと思ったんですよね。なんかインターフェースが。なんかそんな感じだったんですよね。ノードベースなんだけど、まずノードの形が四角かったんで似てるなと思って、フレームって丸いんですよ。はいはいはい。丸いんです。丸くて、なんか丸に矢印みたいなついてますよね。丸にこう四角というか角張ったなんか単行部みたいなのがついてるんですね。角張った単行部みたいなのがついてて、それがフォアグラウンドとか要するにバックグラウンドとかキーなんですよ。色分けされてて単行部が何個かついてるみたいな感じなんですけど、その見た目は全然違うんですよね。で、コンバッションは確か四角かったんで、なんか昔ちょっとだけ触ったコンバッションに似てるなと思いながら、もうだいぶ僕ももうマジで20年近く前の話なんで、もうほぼそのコンバッションのことは忘れてるんですけど、似てるなと思いながら覚えましたね。それで日常使いにしていった過程ってどういったところを切り口にしていったんですか？最初はやっぱりまあ慣れないから仕事で使うの怖いなと思ったんですけど、やっぱり僕の場合ノードで組む方がもう頭を戻すだけでよかったんですよね。こういうふうに組めばこういうふうになるっていうのが最初からあったから、だから多分普通の人とちょっとなんか違う入り方をしてしまったんですけど、こうすればこうなるっていうのはノードで考えた方が途中で早くなって、アフターエフェクト使うよりこうフュージョンでやった方が早くなったんですよ。同じことをするのにフュージョンの方が早くなったんで、じゃあもう使う理由ないじゃないですか、もはや。そうですね。別にでまあ結構そのコロナになるまでは、もうコロナも結構僕の場合影響してて、コロナになるまで、コロナ流行るまでの間は結構デジタルサイネージの仕事をよくしてたんですよね、広告関係で。駅とかあとショッピングモールとかの壁にある電子看板ですね。あれってモーションエフェクトばっかりだから、アフターエフェクトの方がまあ向いてるというか使ってる人が多く
多かったりとかしたんで、あれ使ってたんですけど、ちょうどコロナになってあの辺が全滅したんですよ、仕事として。でしたね。外も出なくなったんで、もはや何もないみたいな感じの焼け野原みたいになったんですけどでそのタイミングで、使わなくなったんですよね、アフターエフェクトを。そこで使わなくなって、で逆にこうインスタとかああいう広告が増えてきた時に、まあやっぱりビューティー関係ですよね。どんな CM でもやっぱりこうビューティーやるんで、その時にバレ消しやらなんやらをやるってなったら、もうノードじゃないとできませんみたいな感じなんで、それですんなり移行しちゃってっていう感じですね。そのフレームとかはやっぱりフリーでやっていく上では維持費が高すぎたってことなんですか？安くなったんですよ。フレーム安くなって年間60万ぐらいになったんですけど安くなって60万のものをなかなかね投資はできないっす。そうですね。ダヴィンチ基本タダでも使えますしね。そうなんですよね。なるほど。まあでもフレームはこうなんでしょうね、もちろん高いだけあっていろんなたくさん機能あるんですけど、じゃあフュージョン負けてるのかって言われたら別に最近全然そんなことねえよなっていう。結局なんか特殊なことをすればするほど逆に言うとプラグインじゃないですか。はい。この効果かけたいってのはこれはこれみたいな、例えばまあサファイアとかああいうプラグイン、ね、ポリス FX とか、はいとかって結局それじゃないですかっていう、その機能だから別にフレームだろうがフュージョンだろうがあんま関係ないんですよね。その使いたいものとしては同じだから、あとはもう使い勝手とあと標準機能がどんだけ充実してるかなんですけど、トラッカーも良くなったし、良くなったというかいろんなトラッカーが増えたし、マスク機能とかも、マジックマスクとかね、ああいうのがどんどん実装されていって、何でしたっけ、アフターエフェクトの名前かな。プラグインですね。モカですかね。違うか、トラッキングはモカですね。トラッキングがモカか。モカはね、プラグイン、いやあれ AE に最初から入ってるのはフル機能のモカじゃないはずです。そうですね。安いやつが入ってて。そう。まあトラッキングもあれに全然負けてない、標準機能同士で比べれば別に負けてないし、むしろいいんじゃねえのみたいな。いやむしろ多分フュージョンの方が標準機能では勝ってますよね全然。なんか、っていう印象なんで、ますます使う理由がなくなっていったっていう。あとあと一番でかいのはやっぱりノードベースじゃないとペイント僕できなかったですね。アフターエフェクツでそういった作業をするっていうシーンが僕は全然思い浮かばないぐらいノードでやるのが当たり前になっちゃってるんですけど。あれどうやってやってたんかな。なんかね、画面に直接ペイントできるんでしたっけ？できましたっけな。できるとは思うけど、なんかすごいステップを踏まなきゃいけなくてややこしかったんですよね。当時どうやってたっけ？いや僕とかはもう1枚書き出してというかスチール書き出してフォトショップで消してそれを無理やり追いかけるみたいなことをしてたんですよ。はい。そんな力技をやってたこともあったんですね。やってましたね。で最終的にまた同じようなノイズを乗っけてごまかすみたいなことやってたんですけど、あんま綺麗じゃないんですよねそれやっても。まあフュージョンだったらねご存知のようにペイントノードを使えば好きなようにペイントが描ける、マルチストロークなのかストロークなのかで挙動も違うっていう。ちょっとしたものだったらもうマルチストロークでピピって消しちゃえばいいし、こうなんか、画面を横切る虫消すだけとかよくあるじゃないですか。ちょっとこれ消さない、なんか変なホコリ入っちゃったみたいな、ああいうのも別にマルチストロークでピピって消せばバレなかったりするんで、なんか AI 機能を使うまでもないみたいな
のをやるときはやっぱりああいうのが便利ですね。であとワンクリップに対してエフェクトをかけるっていう考え方の方が僕は合ってましたね。アフターエフェクトは、はい、アフターエフェクトは、タイムラインに対してエフェクトをかけてるじゃないですか。エフェクトというかでしたっけ？編集をしてるんですよね。だからタイムラインをいやっていうかなんかコンポジションのそうですね、中にコンポジションいろいろ入れられるんで、10秒だったら10秒のコンポジションの中をエフェクトとか、まあエフェクトって言い方は悪いか、編集してそれに合成しますみたいな話だと思うんですけど、フュージョンって基本的にはまあダヴィンチの方のフュージョンで説明すると、そのタイムラインのクリップに対して効果をかけますよね。そうですね。うん。だから他に影響しないっていうなんか秒数決めるとかないじゃないですか。基本的にクリップが5秒だったら箱が5秒みたいな。箱を作らなくていいですよね。ノード的に。そうですね。コンポジションって箱ですか？がいらないっていう。よくあるんです。よくやっちゃったんですかね。1フレ足らないってことが僕よくあって。カツカツで作って1フレ足らないわみたいな、のりしろ作んなきゃみたいなの考えなきゃいけなかったんですけど、フュージョンだったらタイムラインでレイヤー1個上に上げてのりしろつけてエフェクトかけた後にボタンに押したら別にそれで問題ないじゃないですか。バレ消しの作業の時ですよね。こうイン点アウト点がカツカツだったらちょっと編集ができないから、よくやるのが乗っけてあるタイムラインから1個上にポコって上げて両側5フレずつぐらい伸ばしてそこからフュージョンに入るんですよ。でエフェクトかけた後に元に戻して下に下ろすってことをよくやるんですけど、仕事からそっちの方が性に合ってたっていう。なるほど。わかりました。いやなんていうかな、今回フュージョンの話題っていうか、フュージョンってこんな楽しいんだよっていう話をしたくて僕がフュージョンのテーマに選んだんですけど、お二人の話が中でもなんか端々に僕がフュージョンが好きな理由みたいなのがちょっと散りばめられててですね、例えばさっき話してたコンポジションっていう言葉あったじゃないですか。コンポジションでキーワードと、あとはやっぱりノードっていうもの、単機能のノードを並べることで、一見すると乱雑というかノードがたくさん増えて、で何やってるか分からないって思われがちな構成が実は慣れてくるとすごい楽というか、大まかな構造を把握するのにすごい楽じゃないですか。コンポジションを掘って掘りまくれみたいな、ああいった作業をする必要があんまりない。ネストしなくていいですからね。そう。まあネストみたいなグループ化っていう機能はありますけど、まあでもそれ別にやらなくても普通に作業はできますから、コンポジションに対してのなんかストレス、アフターエフェクツを使ってた時のがなくなるってだけですごいなんだろう、例えばきつい服を着ていると違和感があって動きづらくなるような、そういったのから解放されたような感覚だったんですよね。自由だなと、好きなようにノードを動かして自由に配置して、自分の思った通りの地図みたいな、路線図みたいな感じでどんどん並べていって、例えば自分が見たら一発で過去の2ヶ月前3ヶ月前のノードの構成見ても大まかにすぐにこういった構成やったらこういうコンテンツをこういう風な手順で作っているんだなみたいなのが分かるのがもうすごく嬉しかったんですよね、当時。今でもなんですけど。だから逆にフュージョンが、僕の場合はですよ、フュージョンが楽しいなって思った理由は多分アフターエフェクツが先にあったからなんですよね。良くも悪くも見本というか比べるものがあったからってことですよね。そういうことです。思いましたよね。僕も塗るってこれなんだよみたいな。懐かしい。
あれは慣れるとね、そうなんですよ。慣れると素晴らしいものなんですけど、エクスプレッションか何かで確か紐付けるようによく使うんでしたっけ？そうですね。そうですね。空のオブジェクトなんで、ヌルって、まあ要はなんだろうな、あるけどない状態のことをヌルっていうじゃん。まあゼロとはまたちょっと違う、まあゼロにみたいなもんなんですけど、まああれがあるとなんかトラッキングするときに使ったりとか、本当にただの空のオブジェクトですよね。こうグループ化したりとかしますよね。親子関係でグループ化したりとか、そうですね。ただ最初にノードでやってたかゆえに親子関係っていうのがノードだったら別に見た分かるつなぎ方だけでできるじゃないですか。だから組み替えができるわけですよね。さっきまで前にいたやつを後に持ってきたらグループの中に入るみたいな話になるんですけど、親子関係でやられると組み替えが地獄になるっていう。わかる。あれが最後までたまんなかったっていう感じですね。間違ったみたいな感じで。あれなんですよね。なんかそのためにプリコンポジションっていうのがあるんですよね。そうですよね。でプリコンポジションをするとあれ何が問題かっていうと潜り込ませるっていうのが非常に困難になるっていう、上に来てるレイヤーを下に潜り込ませるみたいなことをしようと思うと同じレイヤーを上と下に分割してマスクを切んなきゃいけないんですよ。いやそんなナンセンスなことないでしょみたいな感じになってしまって、ってなったっていう、もう本当にマーモット状態ですね、ネットミームの。勘弁してくれよみたいな感じで。そういう不条理みたいなものをこうモダンな作りだと思えるような手法で解決できるなっていうのが僕の中でフュージョンだったんですよね。めちゃめちゃモダンというか、合理的っていうか、アフターエフェクツの嫌なところばっかり喋ってもしょうがないんですけど、マスクの機能もなんかこう分かりづらいというか、いや分かりづらくはないんだけど、なんでこんな面倒なやり方をするのかなってずっと思ったんですよね。アフターエフェクツで。どの辺がですか？なんかレイヤー2個重ねるじゃないですか、確か。マスクだったかな。で、上のクリッピングマスクですよね。クリッピングマスクかな。それで上のか下のかどっか忘れたけど、で選択肢からなんかマスクなんとかみたいにやると、そのすぐ下にあるやつに対してマスクが機能するみたいな。あれね、実は数年前のアップデートで衝撃のアップデートがあって、基本的に直下すぐ下のレイヤーを参照してたんですよね、今までって。AE のクリッピングマスクって。なんとどのレイヤーでも良くなったし、その参照する先のレイヤーが一つにまとめられるようになったんですよ。なんで今までって例えば複数のレイヤー、マスク自体が必要なのは1個なのに、複数のレイヤーを1個のレイヤーからマスキングしたい時って、マスク元のレイヤーを複製しないといけなかったんですよね。1対1交換というか1対1でのマスキングしかできなかったんですけど、今はもうAE にそのクリッピングマスクの機能がついた時からみんなずっと言ってたんですけど、なんでこんな仕様なんやっていうのはずっと言ってて、だからもう何年越しなのか分かんないんですけど、ついに1個のリファレンスレイヤーだけで複数のマスクができるようになったっていうのが2023年の時のアップデートが最近だな。できるようになったんですよ。最近ですね。成長してるんですね。本当に最近。あれはね、衝撃でしたね。一昨年ぐらいにちょっとアニメのコンポジットを手伝った時に、っつって久々に使ったら撮影監督の人と監督クリッピングマスクするのにレイヤー1個でいいんすねつって言ったらその人もアップデートしたばっかだったんで知らなくてとか言って2人してなんでもっとこれ早くやってくんなかったんだとかって言って衝撃を覚えました。今ので思い出したんですけど、アフターエフェクツに対するその不満みたいなものの一つにその
基本的な機能の、なんていうか、拡張というか、進化をだいぶ怠ってるんじゃないかな、みたいな、そういう、こう、自分なりに思うところがずっとあって。アフターエフェクツって基本的に、多分多くの人が思ってる印象だと思うんですけど、プラグインとか JavaScript で機能を拡張するイメージじゃないですか。いや、ごめんなさい。あんまり考えたことなかったかもしれない。なかった。JavaScript と変わらないですか？外部で JavaScript を買ってきて、Ease in, Ease out とかのお手軽機能を追加できたり。グラフエディターで書けばいいじゃんって思ってたから。グラフエディターあれか。あんまりイージングスクリプトは、そうですね。たことがないかな。アニメで必要なプラグインっていうのは使ってましたけど、僕もあんまりプラグイン入れない派なんですよね。起動が遅くなっちゃうからイライラするっていう。そうですか。なんかアフターエフェクツって基本機能ほとんど昔から僕が使ってた頃はあんまり進化なくて、ずっと外部のプラグイン頼みっていうのがあったんですよね。で、なんだっけな、グローバルキャッシュだかなんだかっていうのが確か CS6 ぐらいから出て、ようやく基本的なパフォーマンスとかにテこ入れが入り始めたっていう。あと、わかりやすい例で言うとあれですよ、レンダリングの速度を上げるために、確か外部のプラグインで、CPU ごとに確かキューブか何かを振って、シーケンシャルで書き出して、連番で後で読み込ませるみたいな、そういったのもあったじゃないですか。そうすることで CPU の能力をね、思いっきり使えるみたいな。だけど、アフターエフェクツ自身にはCPU のなんていうかマルチコアとか活かすような能力は全くなくてっていうのが長らく続いたなっていうところがなんていうか不満だったんですよ。なんてこんなパフォーマンス高い Mac Pro 使ってるのにこんな激遅なんだよとかね思うことばっかりだったんで、そこにフラストレーションは感じてたっていうのはありますね。ちなみに最近はもうマルチフレームレンダリングが可能になりましたね。最近いい子になってるんじゃないですか。ちゃんと成長してるんじゃないですか。アフターエフェクツも。そうですよ。なんか2人がなんか AE アンチ AE 話が多いんで、ちょっと今日は AE の見方をしてあげようかなと思ってるんですけど。いや僕は全然古い AE しか知らないから僕は。あと多分唯一最近の AE まだ使ってる人間なんで。なるほど。でもなんかアニメの仕事をしてるとやっぱ思うのが、プリコンポジションっていう概念もなんて言うんだろうな、複数人で作業するときに、基本的に型みたいなのがプリセットというか、作品ごとにあるんですよね、アニメって。この作品ではこのサイズで作業するしとか、シーンごとにエフェクトを組んだやつとかがあったりとかするんですけど、なんでキャラクターのセル素材っていうんですけど、セル素材入れるで A セルはここ、 B セルはここ、 C セルはこれみたいなとか、あとキャラのセルはこのキャラクターのセルはここに入れるとかっていうのをやっておくと、入れればそのキャラクターにかけなきゃいけないベースの処理っていうのがもうかかってる状態なんで、素材の入れ替えみたいなのをするだけでとりあえず見た目は良くなるとっていうことも、プリコンポジションだったら割とサクッとここに入れればいいですよっていうのが分かりやすく作れるなとか、結構そういうのはAE ならではのメリットではあるよなとは思いましたよね。なるほどね。フュージョンもね、メディア A に入れ替えればいいだけなんですけど。でもなんか型っていうのはなんか分かる気がしますね。なんかノードエディターの海からどこに行けばいいのかっていうのが、ある程度訓練すれば別にできるんですけど、なんか AE の狭い UI だからこそ、狭いっていうかなんだろうな、結構フュージョンよりもパネルが分割されてるじゃないですか。はい。これ別にフュージョンに限った話じゃないですけど、エディットページでも何でもそうなんですけど、ダヴィンチって結構大きく画面が分かれてるじゃないですか。
で、たまに Adobe 製品使うと、てかまあ特にプレミアと A ですけど、なんでこんなにパネルいっぱいあんのみたいなあるじゃないですか。はい。でもなんかあれのおかげでというか、まあちゃんとそのプロジェクトに何が入ってて、どういうコンポジションがあるのかっていうのは、プロジェクトパネル開けば、もう全部リスト化されてるんで、で、その中にあるコンポジションにちゃんと分かりやすい名前さえつけとけば、それ開いて、で、素材入れてみたいな。で、ちゃんと最近の AE だと、まあ CS5 ぐらいからそうだったと思いますけど、プリコンポジションしてるコンポジション開けば、それの上にどんなコンポジションがあるのかっていうのはちゃんとツリーで、ビューワーの上にあるんで、出るようになりましたね。じゃあそのセルの素材ね、入れ替えたから、じゃあ上のカメラワークつけるコンポジションに移動しようとかっていうのも、まあ別にワンクリックでいけるしとか。なんでまあ割と、なんだろうな。フュージョンの方が自由ではあるんですけど、AE の方が、なんだろうな、ルートに沿った動きっていうのがやりやすいなっていうのは、まあ特に最近思いましたね。うん。なんかそうですよね。パネルを開けないことで限定させるっていうのは確かに思いますね。こう余計なことを考えさせないっていう。こんなにパネルいるんっていう、本当になんかたまに開くたびに思いますけど、なんか過去に自分がどういうパネルプリセットで作業してたか、なんかいまいち分かんなくなった時とかありました。へえ。ひたすら開けすぎて、めちゃくちゃちっちゃいやつが大量に縦に並んでたりとかしますよね。いるのこれみたいな。あるある。そう。AE 開くときは32インチのモニターが欲しくなる。うん。1、2、3、4つぐらいしかウィンドウパネルなかったと思うんですけど、今はもっと増えてるんですか？10個ぐらいある。マジですか？やろうと思えば10どころじゃないですよ、多分もう。リアルモニターとかあった方がいいですよ。はあ。ちなみに僕アフターエフェクツ結構好きなツールなんですよ、こう見えても。はい。まあ今のは知らないんだよね、またあれですけど。愛があるから、ちょっとこう、愛が憎しみに変わってしまうという。いや、まあ、どうだろう。まあもちろんね、ダヴィンチリゾルブとかフュージョンももちろん好きなところたくさんあるけど、これはどうかなって思うところあるじゃないですか。例えばメモリの扱いだとかね。まあ、それはそれ、これはこれでね。そう。で、まあ、フォトショップとイラストレーターとアフターエフェクツは僕はこれ結構好きなツールなんで、特にアフターエフェクツなんでめちゃめちゃ楽しいツールだなっていうのは今でも思ってはいますから。はい。もしかしたら先々、またアフターエフェクツ前に戻ることも日もあるかもしれないですしね。まあ、たまにね、レイヤーベース使うと楽しいですけどね。レイヤーベースが多分アフターエフェクトの作りで一番アフターエフェクトの一番強みだなと思うのが、結局ピクセルで管理ができるっていうところかな。そうですね。絶対値で管理を。そう、絶対値なんですよね。なるほど。で、数値をこう整数を入れればこうボケないんですよね。配置を整数にしとけばボケないっていう強みがあって、フュージョンって結構こうどこにでも置けちゃうから、でしかも結構相対真ん中からどれだけ離れてるかみたいな数値になるんで、そこがこう何かなんて言いますかね、ああいう僕がやってたサイネージとかの仕事の時は正直アフターエフェクトの方がレイアウトしやすいですよね。一回バラバラの素材にしてアフターエフェクトで組み直してそれぞれのオブジェクトを動かすんで、じゃあピクセルで管理しないと19201080の中に綺麗に収めなきゃいけないみたいなのやると、あっちの方が間違いなくやりやすかったですね。フュージョンではさすがにサイネージの仕事はマジっすかみたいな感じになるんで、こうピクセルバイピクセルで管理ができないっていうのは結構痛いのは痛いですね。ドットワイドとか置いたオブジェクトがこうサブピクセルに潜らないように管理にじんじゃうんですよね。ハーフピクセルが生まれちゃうっていうのはねありますからね。設定で変えられればいいんですけどね、あれ。
ピクセル単位でしか移動できないとか、吸着とかもそうですけど。はい。エクスプレッションが必要です。そうですよね。めんどくさい。そっか。まあ、そういうことですよ。まだまだフュージョンの進化する余地がね。あれですよね。映画のエンドクレジットとかって、下から上にテキスト流れていくじゃないですか。はいはいはい。あれって、特に、横線、細いフォントの横線とかそうなんですけど、結構ゆっくり流していくと、ハーフピクセルが生まれるんで、チラチラしちゃうんですよね。横線が。明朝体とかやばいですよね。そう。なんで、これ確かね、フュージョンの最近のトレーニングブックにはもう載ってると思うんですけど、僕の時なかったかな。最近では確か載ってて、フュージョンで、ピクセルバイピクセルで、テキストを下から上に流していく方法っていうのが確か載ってます。エクスプレッション書かなきゃいけないですけどね。そこはもう役割が違うからな。難しいですよ。そんな感じかな。あ、お前さんそろそろ時間もあれなんで告知をお願いします。何の？ドラムフェス。ドラムか。はい、これまだ1月30日にはギリギリ間に合う。はい。来週。24日配信分ですかね、これは。はい。先週に引き続きなんですけど、僕と、認定トレーナー仲間の成沢さんと、裏方でも手伝ってくる照山さんとかと一緒にダヴィンチリゾルブユーザーミーティングっていうのを毎月やってるんですけど、オフラインとオンライン両方で開催をしてるんですけど、それが、もう丸々2年経って3年目に突入したっていうことで、1月30日、2026年1月30日金曜日に、フェスを、ドラムフェスっていうのを、ダヴィンチリゾルブユーザーミーティング略してドラムのフェスをやります。で、場所は、さっき見てたのにパッと名前が出てこないぞ。パンダレンタルスタジオなんですけど、場所がね、浜町なのは覚えてるんですけど、浜町のなんだっけっていう、パンダスタジオ日本橋浜町7階ショールームにて、2026年1月30日金曜日、午後1時から夜の午後7時まで、機材の展示とか、あとブラックマジックの岡野さんとか、メーカーの人とかも来てくれて質問ができたりとか、あとトークセッションを4回やる予定で、1回目が1時15分スタートで、山岳映像家と言ってもいいでしょう。井上拓郎さんと、井上さんのなんか弟子みたいな関係らしいんですけど、映像トマトっていう YouTube を運営している永田太郎さんをゲストに、地方暮らしと動画とダヴィンチっていうテーマでトークセッションを1回目やりますと。で、2回目が2時半からなんですけど、最近アーサイマーシブっていうイマーシブ映像を撮るためのなんか600万だか500万ぐらいのカメラを買ったトモディっていう会社の桂さんとエマークさん、それからメーカーの代理人ということでヤマモンさん、システム5のヤマモンさんをゲストにアーサイマーシブ、買って実際どうだったかとか何のために買ったのかっていうのをちょっとトークセッションで話します。でセッション3が3時45分からなんですけど、老人と文学者っていう、ニコン系のカメラをメインにやってる、YouTube をやってる老人と文学者さんの中の文学担当っていう言い方は変ですけど、横田文学さんをゲストに、DCTL ってダヴィンチの色に関するプラグインが作れる枠組みというか、企画というか仕組みがあるんですけど、その DCTL について、横田さんとちょっと話そうっていう、横田さんが最近自作しているんで、それの話を聞きたいなとのが3回目で、最後が5時からですね。
フォトグラファーの黒川龍斗さんに、来てもらって、で黒川さんが最近なんか、気分転換にダヴィンチで写真現像してる時があるっていうらしいんですね。でインタビューでユーザーミーティングをやったんですけど、2日目にやったのかな、去年は。で開発のピーターさんに来てもらって、まあみんなの意見をピーターさんにぶつけようの会やった時に、黒川さんがダヴィンチで写真現像やってるんだけど、なんかもうちょっと写真の取り扱いをしやすくしてほしいみたいな意見を出した時に、結構なんか僕もみたいな人がいたんですよね。あの人がなんでちょっとダヴィンチ、ね、そう前髪分けてなんか高青年って感じの方ですね。でまあ黒川さんもかといってダヴィンチそんなにね映像編集ダヴィンチでやってるっていうわけではないらしいんですね。なんか写真現像のためにダヴィンチ使ってるみたいな結構稀有な人なんですけど、ただ黒川さんもそんな使い方をしてるからあんまりダヴィンチのこと詳しくないから、黒川さんも聞きたいことがあるしこうやってるって言えることもあるしみたいな感じで、成沢さんも整形写真をやってるんで、成沢さんも言うなればフォトグラファー写真家なんで、なんかたまにダヴィンチで現像するって言ってたんで、まあフォトグラファー2人いればね、そりゃもう流儀が2つあるようなもんなんで、まあちょっとダヴィンチで写真現像どうやってるんかっていうのを話せたらいいんじゃないかっていうののトークセッション4つやります。でこれトークセッションに関しては配信もあるし、まあ、現地パンダスタジオまで来てもらって、現地で聞いてもらうのも全然ウェルカムっていう感じですね。現地来てもらえればなんかちょっとパンダのオリオさんが冗談なのか本気なのか分かんないですけど、ガチャガチャやりましょうって言ってたんで、なんかノベルティがもらえるガチャガチャをやろうとかもしれないので、ちょっとやれなかったらあれだったんですけど、やるかもしれないんで、まあ基本的には来てくれた方が楽しいような感じにはしたいなと思ってるんで、ぜひ来てもらえたらいいんじゃないかな。参加費は無料ですよね。無料です、無料。はい。ちょっと平日っていうのがちょっと難点であるんですけど、まあぜひ皆さん有給取ってもらってね。僕と松尾さんももちろん現地でリアル参加ですよね。そうですね。僕ももしかしたらちょっと最後ちょっと早めに上がんなきゃいけないかもですけど、最初からいる予定です。土曜日別件があるんで奈良に帰んなきゃいけないんですよね。なんであんまり引っ張ると大変なことになるんで、車で来て車で帰るかな。いやそうなんですよ。だから今回車じゃなくてもしかしたら電車で行って電車があるうちに帰ろうかなともちょっと思ってるって感じです。そうですね。そうパンダスタジオのある浜町が駐車場事情が悪いので、コインパーキングほんとないか高いかなんで、遊びに来るときは電車で来た方がいいです。もう毎回のイベントがそうなんですけど、オンライン参加も楽しいんですけど、リアルで参加した方がはるかに楽しいのは間違いないんで、ぜひこれ聞いてちょっとでも興味持った方がいたら、ぜひリアルで参加を目指していただければ嬉しいかなと。申し込みの URL とかは、はい、概要ページとかもしくはコメントの方とかに載せておくんで、はい、大峰さんが多分書いてくれるはずなんで、はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いや、今回はね、フュージョンの話いろいろしてきたじゃないですか。今回話すにあたっていろいろ調べたんですけど、そうするとなかなかフュージョンに関して知ってたけど忘れたみたいなこともたくさんあることに気づかされて、例えば生まれた経緯というか、フュージョンがもともと名前がデジタルフュージョンって名前で、もうまだ1990年になる前、80年代にただのスタジオ内で使われているツールとして販売用としてじゃなくて自分たちで使うために生まれたちっちゃなツールだったのが、もうどんどん進化して、ブラックマジックに買収されるまでに至るみたいな感じだってことも思い出したんですけど、
さっき松尾さんが話していたそのフレームの UI が確かノードみたいなものが丸かったって話であったじゃないですか。そうですね。はい。ああいう話が出た時に、ほらなんか人によってはフュージョンって最近のツールだからパクってるんでしょみたいなのが思われてる方もいるかもしれないけど、もうめちゃくちゃフュージョンという歴史があって、多分初期の頃からかなり早い段階からもうノードとかも今のやり方、形状とかも含めてだったと思うし、もうなんならですよ、もうロゴなんて今黄色いじゃないですか。うん。でも、調べてびっくり、昔はブルーだったんですよ。そうなんですね。そういえばブラマージいつから黄色になったんだろう。ね、いやブラマージのサイトとか買収してからですかね。8とかなんかでブルーだったのに見た記憶あるようなないような気がするなみたいな。だからなんかね、はい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 。 9あたりで多分なんか黄色になったんですよ。模様は一緒だったと思うんだけど、そう、ロゴ変更もなんかどっかなんかでやってるんですよ。なんかちょっと水色っぽかった。多分それが結構深い青でしたっけ？はい。結構濃い紫にちょっと近いようなブルーですかね。で、バージョンだって 7.5 なんていう中途半端なバージョンもあることも知ったりとか、まだまだ分かんないことたくさんあるっていうか、忘れてることたくさんあるなっていうのを今回ちょっとね、思い知らされて、すごいなんか自分なりに楽しめた回だったんですよね。懐かしいな。なんかいつの間にか全部大文字になってますよね、フュージョンって。昔、そうですね。小文字でしたよね、頭以外は。そうですそうです。いや、そうだと思いますよ。なんならあれです。ウィキペディア見ると分かるんですけど、今フュージョンスタジオって名前のはずなのに、ウィキではフュージョンなんですよね、全部。それはウィキがさすがに間違ってんじゃないかなって思うんですけど。でも優勝版かそうじゃないかだけだ気がしますけどね。だってダヴィンチもダヴィンチリゾルブが正式名称なのかな。どっちなんだろう。そうですね。無償版が。ロゴはダヴィンチリゾルブですよね。だって。そうですね。ダヴィンチリゾルブ。今日もブラマジや映像制作の話で盛り上がっているうちに夜も更けていきます。極地クリエイタースクールプレゼンツダヴィンチリゾルブラジオ。それでは今夜もおやすみなさい。